はい、こんにちは。今日は池袋のバーリブレさんに伺っています。清崎さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、ではまず自己紹介を。はい、はい、私は今池袋バーリブレというところでお店をやってます清崎と言います。よろしくお願いします。以上そうですね。清崎さんは過去にカクテルの世界大会で優勝した経験もあって、はい、カクテルの味には定評があると。ありがとうございます。はい、で、まず最初なんですけども、はい、もともと僕らは知り合いっていうのもあるんですけども、ね、改めてお話を伺うにあたって、はい、この器たち今映ってるんですけども、器をカクテルに使おうっていうふうに思ったきっかけを教えていただけますでしょうか。はい、もともと僕らはグラスを使ってカクテルをね、カクテルといえばグラスですよね。はい、でも少し海外のゲストとかも多くなってきてて、その中でちょっと日本の文化を表現したいというところで今回器の力を借りてやっていけたらどうかなっていうところが一番最初のきっかけですね。その上であれですよね、ベトナムのダナンにお店を出されたのが、2018年。そうですね、2018年ですかね。はい、その時にたまたまというか、海外のお店を出すにあたって、グラスを、グラスをというか日本っぽいカクテルを出したいみたいな話が一番最初にありましたね。それが一番そうですね、大きいかもしれないですね。海外観光客に加えて、自分たちも海外に出ていくときに改めてカクテルを考えさせられたみたいなところがあるんですか。確かに、もう本当にそれはすごく大きくて、やっぱりベトナムダナンっていうところで今お店をやってるんですけども、そこで来るゲストがやっぱりもう大半は8割以上はもちろん海外のゲストになってくるので、そこでいろいろこういった日本の文化のものと日本のバーテンディングと掛け合わせたようなものを海外のゲストに教えてあげたいというか、表現してあげたいなと思って使ったのがきっかけですね。実際にこのカクテルにグラスを器を使ってみて、その感想というか、どうでしたか。そうですね、一番やっぱりグラスと違う点がまず手触りというものが全く違う感じで、手に触れた時のこの肌触りというか、持った時の温かみというのがやっぱりグラスにはない部分が器にあると思うんで、それがすごく一番気に入ってる点ですかね。なるほど。見た目的にはどうですか。見た目的にもですね、もちろんグラスには液体が透けるということがもちろんそれは利点でもあるんですけども、器はもちろんその液体が透けないというところももちろんあるんですけども、中にはやっぱり茶色いお酒とか使うと色がなかなか出しづらいので、こうやって器の力を借りて器の変な話に濁ったカクテルとかっていうのももちろんあるので、そういう時にはこういう器を使ったカクテルするとすごくカクテルも華やかに表現できるし、すごい楽しい、お客さんもね楽しんでくれると思うんですけどね。幅が広がった。幅がすごくそうですね、広がりますね。実際お客さんの反応とかってどうですか。お客さんの反応はですね、本当にすごくいいんですよ。これがまたですね、もちろんこの一点物みたいなところもいっぱいあるし、毎回カクテル頼むたんびに器が違うとか、そういうことも楽しみの一つでもあるし、通常お客様というとカクテルというとグラスで出てくるっていうのが思ってるんですけども、そこであえてこうやって器で出すところのこの驚きと感動がすごいそこで生まれてくるかなと思いますよね。なるほど。海外のお客様とかも。そうです、海外のお客様は特に喜んでくれますね。実際に、いろんな器今まで使ってこられたと思うんですけど、お気に入りのグラスとかってあったりするんですか。僕の中で一番気に入ってるものがやっぱりこれになるんですよね。もう僕らってグラスのカクテルグラスっていうのをよく使うんですけども、その中で器でこういうカクテルグラスの形をして、さらに
薄いですよね、これは、この本当にこの薄さがすごく気に入ってて、持った時の感覚とこの下に当たる舌触りというかですね、その辺がすごく今気に入ってるところですね。なるほどなるほど。斉藤誠さんの、斉藤さんの、そうですね。他はありますか？他はですね、例えばこちらの僕らってよくタンブラーという長いグラスを使うんですけども、その中でこの真っ白なものですね、白石さんの器なんですけども、これってすごく光に当てると透けちゃうんですけど、カクテルの赤いカクテルとか入れるとすごく綺麗に透けて見えて、またグラスにはない表現ができるところがすごくこれ気に入ってるところですね。でこの底も平らな部分のところとかも気に入ってるところですよね。これ上からライト照らしたりするとすごく綺麗ですよね。確かに確かに。あとは大森さんのグラスとか、そうですね、大森さんのグラスとかもこの質感というかですね、で中身のそのピンクというところと、カクテルとそうですね、色合いとピンクと、またこの色合いのマッチングがすごく楽しくていいグラス器だと思うんですけどね。あれ余談的な感じですけど、あれですよ、水滴がつきづらくて、そうなんですよね、コースターがついてきにくい。それが本当に僕らの悩みでも毎回あるんですけどね。その辺の利点もすごく器としては夏場とかはいいですよね。いいですね、使いやすいですね。いろんな特徴があって、そうですね。最後になるんですけど、カクテルにグラス器を使っていくことについて、今後の可能性とか、こんなことしてみたいみたいなのって何かありますか？そうですね、可能性としてはよくカクテルと料理とのペアリングをやったりもするんですけども、その際にこういう器を使って料理と合わせることによって、またこの料理のお皿とこの器とこのすごく馴染むというかですね、コースのバランスがすごく馴染むっていうところがやっぱり一番可能性としてすごくグラスにはないところで可能性が出てくると思うんですね。さらにその作家さんとこうやってつながっていろいろお話をする中で、いろいろとちょっと作家さんの希望をいろいろ聞きながらカクテル仕上げていくと、またちょっと違ったカクテルの表現もできると思うので、その辺の可能性は大いにあると思いますけどね。より深くその器を作った背景とか考え方っていうのを聞きながら、その器のストーリーに合わせたカクテルを作っていくみたいなっていうのができたらと思うんですよね。実際清崎さんとは昨年ですかね、そうですね、多治見に行って、バーテンダーの皆さんと一緒に行ったりなんてこともしましたね。作る体験もしましたし、作家さんと実際会っていろいろね話も聞かせてもらったし、そうですね。そしてやっぱりまた器の見え方っていうのも変わってきますね。変わってきますね。やっぱりもう扱い方、見え方も本当そうですし、やっぱり僕ら自身も愛着がすごく湧いてくるのが一番の本当に率直な感想ですよね。実際じゃあこの後、器にカクテルを入れていただくところを、先日のちょっと動画でも撮影をしたんですけども、ぜひそちらの動画はそちらの動画で見ていただきたいと思うんですけども、今回は、また別に、カクテルを作っていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは今回カクテルを使わせていただくんですけども、今回使用する器がこちらの斉藤さんのカクテルグラスですね。今回ジン、ちょっと山椒の効いたジンと、日本酒ですね。そしてちょっと酸味と少し、今の旬のフルーツのすだちを使って作ります。まず最初にすだちをシェーカーの中に入れて、シロップを少し入れて潰します。すだちの香りといい意味の苦みも少し抽出していきます。そして山椒のフレーバーの効いたジンですね。こちらを少し注ぎます。そしてこちらの久保田日本酒ですね。で、こちらのフレッシュのグレープフルーツジュースですね。こちらをカクテルに合わせていきます。最後にライムで少し味を整えていきます。じゃあシェイクしていきますね。
最後にデコレーションをしていきます。ドライのライムとミントですね。ミント、ここに少し赤い色を、こちら乾燥のローズですね。こちらでまず完成になります。続きまして使う器がこちらの白石さんの器ですね。これタンブラー型の真っ白な器を使って、今回はブドウですね。フレッシュのブドウを使って作ります。こちらの中にもすでにブドウが入ってるんですけども、こちらにシロップをまず入れて甘みを付け足します。ここに今回使うのはブドウが原料のウォッカのシロップというウォッカですね。これフランス産のウォッカです。こちらを注いでいきます。そして少しだけブドウの香りをより強調させるために巨峰のリキュールを少しだけ入れます。そしてこちらクランベリージュースですね。こちらで味を引き出していきます。そしてこちらがシナモンとクローブの効いたビターですね。こちらでより味を立体的にさせていきます。そして最後にフレッシュのライムで味を引き締めます。こちらをブレンダーで混ぜていきます。でこの器に氷を詰めていきます。はい、これシェイクですね。で、この器にぶどうの皮をこしながら添えていきます。そして最後にこちらのぶどうですね、デコレーションして少し紫ほじそを添えます。こちらで完成になります。はい、というわけでカクテルが2点出来上がりましたね。めちゃめちゃ綺麗ですね。本当に、いいですね。ちょっと乾杯を。乾杯。山椒が効いてますね。ですね。すっごい飲みやすいし、やっぱり器の薄さがめちゃめちゃ口当たりがいいですね。持ち方も持ち心地というかですね、とてもすごくいいと思うんですよね。いや、美味しい、素晴らしいですね。ありがとうございます。こちらがぶどうの、そうですね。こちらカクテルなんですけども、白石さんの器でちょっとね、ちょっと見えづらいかもしれないですけど、うっすら透けて、液体が透けてるんですけどね。どうですか、自分の作ったカクテルの味は。美味しい。美味しい。間違いないですね。間違いないですね。なんかやっぱりちょっと特別な感じがしますよね。今までのカクテルにはない、まあ日本らしさみたいなものもあったりして、まあこれからなんか新しい文化というかカルチャーそうですねになっていけばんじゃないかなっていう感じがします。はい。じゃあ今日は、バーリブレで清崎裕次郎さんのお話を伺っていきました。ぜひ、バーリブレにも来ていただきたいですし、いろんなバーで今器を使っているところが増えているので、ぜひちょっとバーに行ったことがないという人もぜひバーに行ってみてほしいなというふうに思います。はい、今日はありがとうございました。